なんでそんなに台湾に来るんですか？あるじゃん、いろんな国。台湾がいい。初めて台湾に来た時の印象を聞いてもいいですか？やっぱ臭豆腐臭い。台湾の最初の印象は臭豆腐でした。それダメだね。臭豆腐です。違います。臭豆腐が臭い。違いますこんなに台湾男性優しいの。カルチャーショック。爱子 in 台湾。大家好，我是爱子，今天有漂亮的来宾。大家好，我是ヤリサ。はい、何これ？これはヤリサっていう名前がアリさんに聞こえるって言われたことがあって、ヤリさんね。山をイメージしてます。うわ、可愛い。嘘思ってない。めっちゃ可愛い。思ってない。アリサちゃんに来てはい、もらいアリサです。ました。私はもともと台湾に住んで YouTube の活動であったりインフルエンサーのお仕事をしていて、で今東京がメインではいるんですけれども、行ったり来たりしながら日本と台湾のインフルエンサーさんのキャスティング事業をしてます。台湾ラブです。じゃあ今日はですね、アリサちゃんにいろいろ質問をしていきたいと思います。はいだから質問準備してきたのではい聞いてみます。初めて台湾に来たきっかけは何だったんですか？初めての旅行は中学生。中学生早いね。家族で、うんうんで2回目は大学生、大学の卒業旅行で来ました、でもそっから自分でよく来るようになったのは台湾のお友達ができて、日本ですごくフレンドリーで、台湾来たらおいで一緒に遊ぼうみたいな感じで言ってくれて、あじゃあ行ってみようかなってなって、初めて大人になってこういろいろお出かけしたりとかして、ですごいよくしてもらって自分でも通うようになったから。じゃあもともとは日本で知り合った台湾人の友達がきっかけで台湾に興味持つようになった。そんな感じで。初めて台湾に来た時の印象を聞いてもいいですか？やっぱ臭豆腐臭い。びっくりした思い出が印象あるかも。台湾の最初の印象は臭豆腐でした。はいそれダメだね。臭豆腐です。違います。臭豆腐が臭かった。違いますじゃあどうぞ。その時1回目なんで9分行って小籠包食べて、あ、王道コースだ。そう夜市行って、本当にご飯美味しい、で人もいい、日本から近い最高みたいな感じです。で大学生の卒業旅行でも本当女4人で来ました。じゃあその後、アリサちゃん台湾に住んでたことがあるよね。はいはいどれぐらい住んでたの？合わせて多分3年弱。どうして台湾に住もうと思ったの？お友達とかできて通うようになって、その時、結構日本で悩んでること多くて、自分の仕事だったりとか、結構恋愛も長く付き合ってた人と別れたりとかして、お仕事ももともと自分芸能の仕事やってたんだけど、その後会社員やったりとか、インストラクターやったりとか、ちょっとなんか悩んでたんだよね、方向性。何をしよそうだけど台湾来た時にもうめちゃめちゃ癒されてて、なんか唯一台湾がワクワクできた。リラックスできる場所。リラックスして人もいいし、中国語も覚えてみたいし、中国語ってね今勉強してると可能性も広がると思ったし、もともと海外好きなんでずっと日本にいるイメージがなかったの。だからもしかしたらこれは私台湾かもって思い始めた。台湾合ってるかもって。合ってるって思って、今やってるお仕事はもしかしたら先々でもできるかもしれないけど、こうやって海外で留学したり生活したりっていうのは今しかできないかもしれないって思ったんですよね。結婚とかしてないし彼氏もいなかったし、こうやって自分が自由に動ける時間を活用したいっていう今だってふうに思ったんだ。はい、いろんな国がある中で、台湾に住みたいなって思った特別な魅力ってあるの？性格に合ってる。あと生活しやすい。日本にも近いし、日本人とも感覚近いし、だけどインターナショナルな部分もあって、日本以上に柔軟性があって性格も開けてる人が多いから、そこが自分に合ってると思った。現実的なことを考えるとやっぱいきなりヨーロッパで仕事するってなるとそんなのできないけど、もしかしたら台湾だとこうやって日本に親しみやすい、なんかお仕事のチャンスがあるかもしれない。なんか台湾の方ってやっぱり日本のことすごい知っててくれるよね。台湾で暮らしてみて驚いたことってありますか？結構あるんですけど、結構ある。でも今でも驚くことある。例えばご飯大勢で食べること結構あるけど、急にみんな帰らないご飯食べ終わりましたみたいな雰囲気も出るじゃん。例えば日本だったらさ、そろそろ帰るとか、そうだね。帰りそうな喋り始めるじゃん、お会計するみたいな、なんかいきなりはいみたいなはいみたいなみたいな切り替えがすごい。あれ一人入っちゃったみたいな。出入り自由。そう知らない人いきなりハローって来て、あれは友達の友達みたいなのとか、それが日本だったら絶対ないじゃん。絶対
対ないだから日本で友達同士で集まったら、誰々ちゃん呼んでもいいとかあるじゃん。あるけど台湾だと勝手に呼ぶ。そうね、それ慣れない人は慣れないよね、きっと日本人の人。この子とこの子ダメとかあるじゃない。あるし、呼ぶにしても、あ、この子とこの子合うかなとかさ、あるよね。台湾だと例えば最初の頃カラオケとか行ってる、どんどん人が変わってくっていうか、変わるなんか誰々の彼女が来てみたいな。あともう一つ疑問があるのが、誰が支払ってるの、そういう時。誰が払ってくれてるか分かんない。それが分かんなくて、あるよね。日本だともうちょっときっちりしてるじゃん。してる。男性同士そういうのでさ、なんかないのかな、お礼とか、男性って払いたい気がする。あ、そうなんだ。払いたくてさ喧嘩とかしてるじゃん。そうなの。いや俺がみたいな。そうなんだ。めちゃめちゃいい人たちじゃん。台湾に来て慣れなかったことってある？湿気が多いから。湿気やばいよね。髪の毛巻いてもすぐ取れちゃう。待ってどうやってこれ保ってるの？めっちゃスプレーガンガケ。あ、スプレーか。スプレーめっちゃかけてる。私今髪すごい長いんですけど、日本だと割とサラサラになるんだけど、台湾来るとすごいなんかね、巻いても取れるよね。ワックスを今回持ってきたんだけど、ダメなんだね、ワックス。ワックスハンドスプレーでお願いします。ハンドスプレーです。確かにこれはなんで台湾の女の子、前髪長い人が多いか。もうやっぱり前髪やっても意味ない。そういうことか。愛子ちゃん綺麗だよ。前髪はスプレーってやらないとすぐベタベタになっちゃう。台湾に来てここは日本よりいいと思ったことはある？ここは日本よりいい？そう、台湾に来まして生活してみて、台湾のここは日本よりもいいなって思う要点。運送？ウーバーイーツとかウーバーとか、みんなもうウーバーイーツをすること普通じゃん。普通。例えば日本でじゃあ女子がご飯普段どうしてんの、自炊するの、ウーバーイーツって言うじゃないですか。それは日本人の友達結婚してるんだけど、ある日初めてウーバーイーツを頼んでみたんだって、旦那さん帰ってきて何これウーバーイーツ頼んでみたって言ったらはみたいな、これ今日の晩ご飯さすがにウーバーイーツ晩ご飯はやばいでしょって言われたんだって。ね、いいじゃん。だって初めてで1回だけだよ。楽してるみたいな。私はその台湾来てからみんなよくウーバーイーツ頼むなって思って、女子もウーバーイーツ頼むみたいな、なんかその感覚がいいなと思って。ドラマ見ててもウーバーイーツ出てきてそれ面白いなって。なんかもう日常になってる。日本のドラマでウーバーイーツ出てきたの見たことない。本当？それ私もめっちゃ思う。日本より絶対いい。絶対いい。じゃあ逆に、ここは日本の方がいいって言ったから、ここは日本の方がいいか。私あるよ。日本本はね、どうぞ先に愛子ちゃんのチャンネルなんで、愛子ちゃん日本はね、物が安い。それは私、日本行ったらマジで何でもそれは安い。今日本円安いもん。10年前はこんなことなかったと思う。日本旅行に行ったらもうマジで本当全部安い。すごい買うもんね。すごい安い。なんだっけ、今有名な言葉があるじゃん。免费不是免費ね。それは本当面白いと思って。買い物はもちろん絶対ね、日本が安くて物も多いからいいと思う。私はじゃああります。はい、どうぞ。お刺身。お刺身定食とかあるじゃん、日本って。あります？あるけど、やっぱり日本と同じレベルの味を求めるとめちゃくちゃ高い。やっぱ日本料理美味しいとこたくさんあると思うんですけど、例えば気軽に食べるお刺身をスーパーで買うとか、手巻き寿司セットがあったりとか、気楽に安く食べれるっていうのはやっぱ日本かな。日本のスーパーのさ、お刺身美味しいよね。美味しいし、あと田舎の方とか、めちゃくちゃ量が海鮮丼売ってるのに安いと、しかも新鮮で美味しい。あれはもう絶対ジャパンです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。终于到了，我们家这个房间的床垫已经用了3年多，最近还被小孩用坏了，所以这次终于要换新的床垫了。这就是德国 Emma 石墨烯黑钻床垫。哇！耶，床垫升级了！台湾天气很潮湿，而且夏天真的是太热了，常常睡到一半被热醒。它这款主打石墨烯凉感技术，里面有石墨烯棉层，可以帮助调节温度，躺下去真的比较不闷热的感觉，而且透气度也很刚刚好，有包覆感，但不是那种很软的床垫。我自己其实很怕那种旁边的人一翻身就会被吵醒的床垫，但这张有超干劳动设计，躺下去很有支撑感，旁边的人翻身真的比较不容易被影响。哇，水杯居然不会倒德国 Emma 还有100天试睡，10年保固，全台免费安装到服务。点进去下面的资讯栏可以购买，获得优惠最低55折，或输入我的专属折扣码，还能享受全品项9折优惠。最近如果刚好在找床垫的人，真的可以试试看哦。
アリサちゃんさ、一時期台湾に住んでて、日本に戻ったにもかかわらず何回も台湾来てるでしょ。来てますよ、もちろん。はい。なんでそんなに台湾に来るんですか。あるじゃん、いろんな国。台湾がいい。なんで台湾がいいの？それがやっぱりなんか日本に帰ったのも、本当はちょっといろいろ事情があって帰りたくなかったりとかして、やっぱりまだ台湾で YouTube だったりとか、SNS のお仕事したいっていう台湾でお仕事したい。海外でお仕事ができて自分の世界生活が持てるっていうのが多分昔から憧れがあった。韓国とかもあるじゃん、アジアで近いし。だって台湾の方がいい。そうなんだ。何がいいかって、合ってる、多分その生活。台湾が合ってる。台湾って私が思うのは、あんなイライラしてる感じの人見かけないんだよね。日本ってイライラしてる人いる。いや、東京来てみ。やばいよ。みんなイライラしてる。いや、イライラってかみんなもう大変そう、顔が。わかる。品川駅とかに台湾からたどり着くとみんなもう足が速くて、もう今日の仕事疲れてもうみたいな。満員電車とかね。他人にやっぱり優しくなるの難しいと思うんですよ。あまりに人多すぎると。でもなんか台湾って癒されるんですよ、私。安心感がある。だからなかなかやっぱ海外他の国行ったとして、台湾って嫌なことがない、起こらない、あんまり。すごい。なんかみんなおおらかだよね、台湾の人って。そんなせかせかしてないし、仕事もすごいリラックスしてできてるから、多分ストレスが少ないのかもしれないけど、なんか基本的にみんな穏やか。そう、自分は東京にも基本はいるんですけど、そのバランス感がすごい好きで、東京とまたその台湾っていう癒されるところ、行ったり来たりの生活がすごい居心地がいい、暮らしやいいすいですね。でまたメイン台湾でも住みたいと思う。本当に。はい、お願いします。最後に台湾のここが好きっていうところを教えてください。今めっちゃ台湾のここが好き言わなかったけどかなり言ったと思うんですけど、ここが一番好き。居心地がいいじゃないですか。やっぱそうか、居心地がいいよね。みんなそうね。私もそうだ。日本人みんなそうやって言うよ。居心地がいい、安心感ある。私は居心地が一番好きかな。はい、じゃあ台湾の居心地がいいってことで締めましょう。ありがとうございます。じゃあおまけで、視聴者さんから日本人の女の子まだ独身の子紹介してとか、日本人の彼女が欲しいとか、めっちゃメッセージで、日本人の子とお付き合いしたい台湾の男性にこうしたらいいよとかアドバイスありますか？そのままでいいと思う。だって台湾男性って基本的に女性に対するリスペクトがすごくあって、みんなに優しいイメージがあるので、全然もうそのままでモテると思います。だそうです、はい。日本の女性は男性のここをすごく気にするとか、こういうところを付き合う相手に求めるとか、そういうところってある？持ってるんじゃない？台湾男性みんな。本当にそう思う。だって私友達と一緒に来た時とかびっくりしてたもん、友達。こんなに台湾男性優しいのみたいな。わかる、それはそうよね。カルチャーショック。ジェントルマンでしょ。ジェントルマンだし、だから皆さんそのままでいいです。素晴らしい。そのままでいいとのことです。そのままでも、はい、日本女子は好きになります。じゃあみんな頑張ってください。はい、私にメッセージ送らなくても大丈夫です。じゃあ今日はアリスちゃんありがとう。ありがとうございました。谢谢今天收看我的影片。如果喜欢的话，帮我按赞订阅。然后亚里莎有 YouTube 頻道、そして Instagram もあります。私たちが撮った動画も YouTube にアップします。はい、じゃあアリサちゃんの YouTube の方もぜひ見てください。バイバイ。バイバイ。